説明していきたいと思います。まず、基本的な上段回し蹴りの動作なんですけれども、肩幅に立って姿勢をまっすぐと思って、で顔面が立つ。でここから回し蹴り蹴るときには、例えば普通にこう蹴ろうと思ったらこのまま、ね、下から上に煽るような蹴りになると思うんですけども、自分の考えではこの一旦正面を向いてる膝を一旦外に向ける、外に向けて上で横から煽ってくる、これがポイントなんですけれども、ただ外向けて煽ろうと思っても、外に向けた分のこう引っ張る抵抗だから最初の引っ張ってねじったらそうなんですけども、この抵抗を生み出すために反対側で引っ張らなきゃいけない。だからまず足を上げていく過程の中で、体を縦に割った左右の関係をここで構築しなきゃいけない。外に開いた分だけ肩を逆に引っ張ってあげなきゃいけない。でここで体がねじれるわけです。その時生まれた力を一気に上まで持ち上げてあげて、でねじれた状態を一気に挟む動作に加えてあげる。でその時もただ単にこう両方を引っ張り合うんじゃなくて、最初はこの引っ張る動作から始まって、そこから外に足を開いてあげる。そこで引っ張り切ったところにもうこっちは自由になるわけですね、上がってる間。で最終的に膝が内側に入ってくる、その瞬間に反対側で挟むからですし、これを言うのは簡単なんですけどやるのは難しい。でそのタイミングとかも自分の中で測っていくことで、最初は上段回し蹴り蹴るのが目的なんですけども、蹴れない中段からでいいです。しっかりと横から持ってくる感じ、一旦開いて体もしっかりとねじってあげて一気に持ってくる、挟む感じですね。その辺を意識してください。さっきのこの引っ張ってねじれた状態を一気に挟む蹴りですね。これを単純に説明すると、相手の体があって、相手の頭があって、構えてる腕があって、その腕の横をしっかりと上をですね、すり抜けるように削り込むようにして相手の顎を捉える。狙うのは目よりも下っていうのも脳を揺らしたいわけなので、目よりも下を捉えることでこのような動き、脳がより揺れる動きになるんですね。例えば目よりも上だと削れるようになります。もちろんこれでも脳へのダメージは、例えば後ろから来る場合すごく脳を振動させてより大きな衝撃を与えることができるんですけども、今この回し蹴りは前から当てる形になるので、前頭葉だとそれほど削られるような形で力が逃げていくので力が伝わりにくい。その分やっぱり目よりも下を狙った方がしっかりと力が相手に伝わるので、そこを狙うべきだと思います。あとは引っ張った時に大事なのは、この正中線を膝が通過して初めて伸ばすこと。正中線の中で頭っていうのは一番動く場所なんですね。だから膝が止まってしまえば蹴りが止まる。なので頭がどれだけ動いたにしても膝を入れてれば捉えることができるはずなので、その膝の入りっていうのがすごく大事になってくる。その分だけやっぱり引っ張ってあげなきゃいけなくて、挟むタイミングも相手の頭を動かした時に合わせて、足を上げたらもう最後コントロールできないんじゃなくて、相手の頭部を捉えるまで細かくコントロールできる蹴りをここで学ばなければいけないので、こういった意識でこの蹴りを取り組んでください。まずは引っ張ってあげる。膝を前に向いている膝を外に向ける。一気に回してきて、正中線を膝が通過して足を伸ばしていく。でこの時に大事なのは力じゃなくてスピードで、そのスピードも角度がすごく大事なので、力を思いっきり伝えるよりも瞬間的に0から100の力を相手に与えて、そしてまた蹴ったら終わりじゃなくて元来た軌道を通って元に戻すことが理想です。最初から最後まで自分の意思のもとにコントロールする、そんな意識を持って一つ一つ作り上げていってください。それでは、実際にモデルを使って
一つ一つの、順番を説明していきます。まずは自然に立っていただいて、つま先も正面向けすぎずに、横向けすぎずに、自然な形で立った上で顔面ガード。で、顔面ガードもこの時、拳を2つの点、肘を2つの点、この4つの点を崩さないように構えることを意識してください。正中線をまっすぐ保ったまま、さっきの説明通り、左を蹴るならば、右の肩を拭いて、胸を開いた状態で、左の膝を外に向けて、足を上げながら、最終的に正中線が過ぎたところで足を伸ばして、その瞬間に挟む。それをちょっと繰り返してみます。腕の動きを抑えること。で、例えば、手を振ろうとすると、相手に対するサインを与えすぎる。だから挙動が大きい。その挙動をやっぱり小さくする必要がある。なので、肘を引いてあげること。同じ動きになるはずです。腕を、拳を大きく振るんじゃなく、肘を振ることによって、後ろに引くことによって、相手に対する動きが小さくなって、で、横から見ると、肘を引いて最終的に腕を伸ばしてくる。この抵抗を使って蹴ってあげると、より強い反発を生み出して、結果的に強い蹴りが蹴れるようになる。反発を生かした速い蹴りが蹴れるようになるので、その辺の体の使い方も学んでいくべきだと思います。で、必要だったら、肘だけでもいいし、その時必要な状況をしっかりと把握できる、判断できることってすごく大事だと思います。判断も瞬間的に行わなきゃいけないんですけれども、瞬間的にできるような意識を体の中に刻み込んでいく。こんな意識を持ちながら、一発一発蹴っていってください。1、2、3、4、5、6、はい。この左右の関係をしっかりと構築した上で、蹴っていって挟むときが今度は上下の関係になるし、その関係を全てコントロールした上で相手を捉える。で、特に大事なのはこの最初の構えですね。この4点をしっかりと引っ張り合うようなイメージで、その線がたわむことなく、引っ張って切れることなく、ずっとテンションかかったまま蹴るようなイメージ。その分だけ中心が動くようなイメージ。この4つを動かさない。それが結果的には受けの範囲にも変わってくるので、つながってくるので、この構えもしっかりとここから始まってここに終わるっていうものをちゃんと作り上げてあげると、ベースが出来上がって、この後必要な動きにつながってくる。応用にもつながるはずなので、この自分の最初の状態というものを明確に作り上げることも大事だと思います。以上のことをいっぺんにはできないので、一つ一つ自分の中に組み込んでいって、より高感度なセンサーをいろんなところに付け加えて、いろんな角度から自分を判断できて、コントロールできる自分を作り上げてください。一見このような蹴り、動きが小さく見えるかもわからないんですけれども、実際は体をすごく大きく使っている。で、大きく使うことで、体の隅々までコントロールする。こんな意識を持っている。例えば、野球のピッチャーなんかも、あれだけ体を大きく使って投げる、投球するということは、なかなか素人で難しい。だから、大きく振る。大きく蹴る。これがポイントですね。ただ、その大きさを知る上で、必要な大きさ、必要な動きっていうのも出てくるので、例えば、相手に蹴るための挙動を見せたくない。その分、その動きを抑えなきゃいけないし、大きい一つの動きじゃなくて、小さい複合的な動きで、その必要な力を生み出すことも大事。腕を振るというよりも、肘を引いてあげる。より小さい動きにした上で、力を生み出してあげる。そんなことも必要かと思います。そのためにやっぱり大きく動いて無駄も知らなきゃいけないし、無駄を知った上で必要な部分を理解して省いていく。その作業を一つ一つ、本当に山に入って大きい切り株を切ってきて、で、それをしっかりと削っていって、最終的には手の上に乗る精巧な彫刻を作り出すようなイメージで、体をしっかりと刻み込んで、正しい動き、実際に使う時のイメージを持ちながら、一つ一つの技を作り上げていってください。だからすぐにできるものではないと思うんですけれども、またすぐに使えるものではないと思うんですけれども、そういう作業がすごく大事だと思います。で、使えるにあたっては、また次の段階で説明していきたいと思います。